ダブルスリッターギタリストのメグです。今日はもう前回の動画までご覧いただいた方はご存知かもしれませんが、早速ですけどデリバさんをもうね現場にお呼びしました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラこっち、カメラこれだけでしょ。これでしかないもんね。こっちに回りました。これはデリバさん抜きのカメラ。すいません、本当に近づきたがりでごめんなさい。もうということでね、もうオフラインでも結構ライトさん交えて話したりとかですね。いろいろ打ち合わせは実は進んでるんですけど、濃密な夜だった。そう、濃密な夜だったね。だいぶディープでしたよね。ディープ。結構酔っ払いましたもん。もう本当にだってウイスキーとかも全部開けたいでしょ。だってもうメグちゃん後半もうなんか炭酸水と思ってないってぐらいウイスキー現役でこうやって人全員のボトルに投げてたよ。もう科学実験室のモードだったからでももうすっごい楽しい夜でした。その後改めてライトさんともまた打ち合わせをして、なんですってなんで私脱ぎで2人きりでやるの。なんでそれやだ。一応プロデューサーサイドの意見をまとめようっていうことでやって、選曲とかもしたんですよ。だからちょっと今日はそれのキー決めとかをやっていきたいなと思ってて、あらかじめなんかこの僕らのチャンネルを見てる人にもデリバさん改めてこういう人ですよっていうのをお知らせしたいなというか、なんかいろいろ聞いていきたいなと思ってて、ぜひオープニングとしてインタビューさせてくやださい。だガチゲイです。ガチゲイです。猫です。なんか今デリバチャンネルって言って、ご自身のチャンネルでも歌ってみたとか上げてる。なんかそうなんですよ。ザ・ファーストテイクの私たちバージョン、私のバージョンで勝手に名前を変えてザ・ファーストゲイクってやってるんですけど、もう名だたるアーティストさんたちのもう有名な人気曲を全部私の個人的な欲求の果てをほとばしでもう下ネタに全部変えてあれ誰かに怒られないですか？一応今のところね、どっからも説教されたことないわけ。あとまだバンも食らってないし、奇跡的ですね。奇跡。収益化にはね当然なってないんですけど、ただ怒られろとは言われる。コメント欄、そうコメント欄で怒られなさいとは言われるんですけど、でも実際怒られたことは一回もないんですよ。そう、すごい。なんかあれ見てると、インフルエンサーってことじゃないですか今。そうなんです。わかんないけどゲイがゲイどうぞもうゲイです。ゲイです。なんか才能、なんかちゃんと歌ってらっしゃるなっていう印象があって。いやーね、もともと好きなんですか？もともとね好きでした。結構物心ついた時っていうか、結構昔から結構歌には慣れ親しんだ兄貴がいるんですけど、当時もやっぱ家がすごく古くて、実家で兄貴の部屋と私の部屋が2階でもう2つしかないようなところだったんで、その兄貴がいつもうジュリアナ東京とか80年代とか後半の世代かな、あの時ぐらいでうちの兄貴が多分まだ中学生とか高校になる頃ぐらい言ったんですけど、うちの兄貴はその時もボーイとかそうだからもうジリーとかあと X とか朝の目覚ましでかけるんですようちの兄貴が。だからもう朝7時半からウィークエンドかかる時とかもうマジでもうハートが混沌とするみたいな。月曜日の朝ももうウィークエンド。いつもウィークエンド。水曜日にくれないみたいな。もう最悪な状態だったんですよね。もう楽曲としては素晴らしいんですけど。だからでもやっぱもう嫌よ嫌よも好きのうちにどんどん耳が慣れてきちゃって、で小学生なのに結構そういうナウい感じの自分になっちゃったんですよね。じゃあ結構バンド系のサウンドから結構かなりそう、うち兄貴の影響かなり受けて、で初めておかんとかと一緒にカラオケ行った時に一番最初に歌ったのがレベッカのフレンズだったんですよ。小学校2年生ぐらいで歌ったんですけど、で高校ぐらいになったらもうすごい歌手を目指したくなった時期があって、高校生の頃そう本気で目指したくなった時期があって、陸上部だったんですけど、あれ部活がね、陸上部の傍ら当時カラオケブームだったんでもう歌広場とか行って歌手になりたい女の子がいたんです友達で。その子と一緒によくカラオケ行っては何やってっつって言ってたんですけど、私あれ受けたんですよ。朝やんの男子ボーカリストオーディション、ケミストリーがデビュー決めたやつのあれに私は東京オーディションでずっとこうビッグサイトでずっとこう歌うの待つみたいな。何人ぐらい集まるの？
あれは確かね、1万何千2万人弱だって大人気テレビ番組でしたもん。超大人気番組で、当時はまだ女性ボーカリストオーディションしかなくて、小室ギャルソンとか、あとつんくのモーニング娘。の配信のやつとかで、その男子高校生オーディションありますみたいな感じになって、条件満たしてるじゃんみたいな。男子高校生ゲイだけど男の子なのみたいな。もうその頃からゲイには目指してバチクソゲイ。そうもう中2でゲイだったんでも私。あ、そうなんだ。そうでそれで受けたいと思って、で当時セブンイレブンでバイトしたんですけど、セブンイレブンで朝5時ぐらいまでバイトして終わって、で風呂入って、そのままお台場行ってもうビッグサイトに行って寝ないで、で8時半ぐらいに着いて、そこからもう私が歌ったのは午後3時半とかだった。ああ、なるほどね。待つもう声も出ないそうっすよね。で受かるわけもなく、昔のテレビって感じですね。すごかった。もう本当になんか私たちの時間はもう犠牲にするためにあるみたいな。そうっすよね。そういうことでまあそういうのも経て20代の時とかはもう R&B、 ジャパニーズ R&B だから、例えばもう M フローとかダブルとか、ティナとかイデマリコとか、もうあの辺の女性ボーカリストが大好き、ソウルヘッドとか、あの辺がすごい大好きで、その時はもうアルバイトっていうかアパレルで働いてたんだけど、当時 MD ウォークマンが全盛期だったんで、でもうそのMD ウォークマン、そう駅までチャリだったからもうそれを聞きながら、もうチャリで思いっきり疾走しながら爆音で歌うみたいな。 CD プレイヤーよりは音も飛ばないし、音も飛ばないし、路側帯の段差とかも干渉されないからそうでもまあ結構雑食だったんですよね、聞くのは。やっぱ洋楽もすごい大好き、結構こうジャンル問わず。そっか。でもそういうことをやってたから、もともと歌もある程度歌いはするしみたいな。そうですね。うまい女性歌手がすごい好きで、昔から。うちのおかんの影響もあって、山口百恵さんとか、中森明菜とか、当時のもうそのアイドルだけで歌うまい人、日本人歌手の歌がうまいなって私が思う感じの人のを聞いて、でその歌い方も全部マスターしたがりみたいな。で全然できてないけど目指したい願望みたいなのあったんですよ。ああ、なるほど。だからそこで結構やっぱり真似するスキルみたいなのは身についたかもしれないですね。なんかそういう歌の指導とかも実際に受けたこととかある？もう受けたことないです。なるほど。ちょっと今回だからこのプロジェクトっていうのがデリバさんみたいにそういう指導を受けたことない人で、僕がもうちょっとここをこうしたらいいんじゃないかみたいな指導とかをしながら、なんかもう少しブラッシュアップしてシンガー何ときめいたね。ときめいたな、確かに。そう、実際シンガーにこの言い方はあれだけど育てていくみたいな、やだやれたらいいかなと思ってて。やだって嫌のやだじゃないよ、アンビリバボーっていう方ね。キャダの方、キャダの方嬉しいの方、はい、っていうふうに考えてて。なれそうですか？私そういう。なれると思うんです。マジ？僕はボーカリストじゃないから、そのいわゆるボイトレの先生みたいな教え方はできないんだけど、レコーディングとかもいろいろ経験してるし、バンドとか撮る時も僕どっちかというとボーカル撮りに一番集中するんですよ。へー。っていうのはやっぱそこが大事だし、一般視聴者さんとバンド演者の一番の架け橋になるところだから、そうですよね。やっぱそこを良くしないといけないって思いながらやってきてるので、ある程度その僕なりの指導というか、いろいろビシバシビシバシビシバシくるでしょ。いやちょっとどうしようちょっとさせていただいて、ミミズバレ大好きですまあ最初はカバー曲とかで様子を見て、いずれはオリジナル曲のリリースとかっていうところまでこぎつけたい。でレバさん今なんかコラボとかちょこちょこやってるけど。そうですね、私のオンリーワンのリリースではないんですけど、そうですよね。沖縄県内のアーティストさんとコラボさせてもらって、去年と一昨年1曲ずつリリースさせてもらってるんですけど、だからそこはもうデリバさんがもうまあそうですねの巨根となってやんだ収益できなかった一本の柱となって一人のシンガーとして一本立ちできるようなちょっと形に持っていきたいなって思ってますので、ちょっとよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。それでライトさんといろいろ話して、デリバさんにこの曲をちょっと歌わせてみたいなっていう曲まで決めたんですけど、
私ねちょっと本当申し訳ないんですけど、人が決めた楽曲を歌うのがね大好きなんですよ。あ、そうなんですか。なんか雰囲気大嫌いみたいな、ちょっと嫌だみたいな感じの雰囲気で。そうなんかこうなおのことなんですけど、やっぱり、音楽業界にねかなり携わってためぐちゃんとライトさんが、私の声とか個性だったりとか、そういうのを耳で聞いて、合う楽曲みたいなものをセレクトしてくれてるわけですよね。そうです、そうです。もうなんかさ支配されたりとかすごい。あ、そっか。ファーストゲイクも基本的には誰かが決めてる。そう、私が決めてるのではなくて、あれはもうデリバチャンネルを企画撮影運営とかを全部やってる人、ベソ君っていうんですけど、ベソ君がもう今のトレンドに合わせて楽曲を決めてるので、どちらかというと私が歌いやすそうなとか私の声に合った楽曲というよりは、この世の中からのこのキャッチ力がある楽曲っていうのをセレクトしてるので、ちょっと自分の中であんまり好んで歌う歌ではないんですよ、あの歌たちが。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう。なんならちょっと初見というか、初見の初めて聴いたこの曲みたいなのもある。を撮影までに覚えるみたいな。そして歌詞を全部下いものに変えるみたいな。はいはいはい。それがこれすごい新鮮。ぜひとも。あ、そうですね。概要欄にもあって。ご家族総出でご覧いただければ。気まずくなる。ね、ぜひとも一人の時に。ただ僕らの場合どちらかというとレリバさんのシンガーとして真面目な部分を抽出していくような形でやっていけたらいいなと思ってるので、僕とライトさんで決めたのがアーパツ。はいはいはい。出たロゼとブルーノ・マーズ。そうそうそう。どっちかっていうとトレンドに乗った曲ではあるんだけど、こういうアゲアゲの曲がデリバさんが歌うのもなかなかマッチしそうだなっていうのと、なんとなくなんですけど、デリバさんがライブとかそういうイベントでこういうパフォーマンスをしていくっていうのも視野に入れたりとか思ってるので、だからカバーで歌う時に結構会場が一丸になってくれそうですもんね。そう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 。もうみんなでこうやってやってくれそうだから。あたしって言ってる。ダメ真面目モード。そうですね。楽しみだな。だからちょっとファーストゲイクとはチャンネル変えて、シンガーとしてのデリバさんを今から磨いていこうかな。で、段取りとしてはまずはキー決めになります。ですね。あの子たち高いから。そう。カラオケとかだったらね、いろんな人なんかオリジナルキーで歌うことにこだわったりとかするんだけど、そんなことはぶっちゃけさまつなことでオリジナルキーで歌うことよりもデリバさんの声に合わせたキーで歌ってもらうのが視聴者にとってはベストなので、そこのキー決めをやっていって、でしばらくそのキーになれるために練習していってもらって、で仮歌を取ります。で仮歌取った時にこの癖とかが出てくると思うんですよ、デリバさんの。でその癖の良し悪しをちょっと一緒に判断していったりとか、要は個性として使っていいのか、これはちょっとくどく聞こえるよとか鍛えた方がいいのかとかっていうことか、そういうのを整理して持ち帰ってもらって練習してもらって。私が持ち帰るんですか？私がめぐちゃん家に行くんじゃなくて僕が持ち帰るんじゃなくて私事でしょ。そうデリバさんがそのアドバイスというか、私が一人で持ち帰るの。そう寂しいじゃん。でまたちょっと数日後本番を取るっていう段取りで進めていこうかなと。わかりました。今日は早速キー決めをやっていこうかなと思います。ということでちょっとここまでの話長くなったけど、この後キー決めまで皆さんに見てもらおうかなと思います。頑張ります。めっちゃ脇見せてぜひご覧ください。猫私だって猫なんだからよし、じゃあデリバさんもう早速仮歌取っていこうかなと思いますけど、何回か練習自分でもされてると思うんですけど、どう高くないですかこの曲？歌ったことがある高さではあるし、高いところも挑戦したいところではあるんだけど、クオリティで言うと多分なんか欠けるかもしれないからキーを下げた方がいいかもしれないなと思います。特にロゼの最後の方のパート、はめっちゃ高いですよね、あそこはもうちょっと女子声なのでもうファルセットじゃないと多分ダメかもしれないですね。なるほど。なるべく多分そこが地声でいった方がいいかなこの曲はと思ってて。そうですね。で地声だと多分声の出し方以下によって多分死ぬですよね。でも今日はキー決めなので、こういうキー決めであったりその次の仮歌取りっていうのは本番で
いかに喉が絶好調の状態で取り終わるかっていうのを目的としてやるので、わかりました。まあ今日は潰して大丈夫です。明日以降の仕事に続かなければ大丈夫。ハスキーでいく。明日以降。だから今日はちょっと無理ができるので、そういう感じで、じゃああらかじめ1音ぐらい下げてみましょうかね。はい。OK です。じゃあちょっとキー1音下げてみたので、まだ耳慣れてないと思うから、なんとなく聞きながら、軽く自分で歌ってみて、ちょっと慣れてみてください。 OK です。はい、流してみます。Kiss your face, kiss your face, send you your foreign bite. I'm trying to kiss you, it's so real. Red hot, turn on the money, yeah. Come give me something like a feel. Don't you? 聞いちゃうね。Don't need me like I need you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. ちょっと高いところも聞いてみましょうか。はい。この高さでもギリギリ歌えそうな雰囲気あるけど、もう半音下げようかな。はい。そしたら結構いい高さになると思う。なんかやっぱりこういう一番聞かせどころで、自分が出る高さの限界をやってる時の声ってなんか色っぽいじゃないですか。色っぽい。この辺はうまく出していきたいなと思うので。わかりました。もう半音下げてみました。ありがとうございます。同じ高いところで探ってみましょうかね。はい。ちょっと前から流します。はい。Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Don't you want me like. はいはいはい。いいですね。もう半音としたらもうちょっと一回聞いてみていいですか。はい。ちょっと流してみます。はい。Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. はいはいはい。これか一個前かのどっちかっすね。雰囲気としては一個前の方がなんか歌えてたような気がします。本当ですか。高さんもそっちの方がいい感じでした。なんか出てたなって、なんかいい感じだなって感じました。はいはい。じゃあ今のキーとさっきのキー両方通してみましょうかね。わかりました。でどっちがいいかっていうのをちょっとライトさんとも相談しながらわかりました。決めていく形にしようかなと。はい。まあ順番的には高い方から取った方が楽だと思うので、体力があるうちに高い方から取っていきましょう。はい。はい。では高い方のやつからまず一旦通して歌ってみてください。はい。Oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the はいはい、ありがとうございます。失礼しました。いえいえ、とにもとりあえずキー決めとしてはまあこれはこれで取っておきます。はい。ちょっと高音があれですね。難しい。ね。それが結構慣れで解消できる可能性もあると思うので。この高さで練習したことないですもんね。ないです。元気でどうにか。だからもう今のパートは裏声でやってた。はいはいはい。なるほどなるほど。じゃあさらにもう一個低いやつ試してみましょうか。Oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. はい、ありがとうございます。うん。
なんかやっぱ高いやつの方がマッチングしますね。一個高いキーの方ですか？そうそうそう、さっき取った方、ね、あと高音も今のキーの声の出し方で一個前のキーの高い方をやればなんか安定して声出る気がするんですよね。あ、なるほどなるほど歌ってる側としても、はい、そっちの方がマッチングしてる感じがする。感じます。 OK です OK です。じゃあ基本的にこの高い方で行く方向性なんですけど、はい、もしかしたら、ただの慣れというか、ちょっと低い方まだ慣れてないから安定してない説もあるので、なんかちょっとこの辺じっくりまた後で聞いてみて検証させてください。はい、とりあえずアーパツのキー決めはここまで。ありがとうございました。はい、ということでね、そっか、もうこのまま2画面で締めとろうかな。なんで終わり方そんななんか残酷なの？大丈夫、画面の中で一緒になってるんで。なんかやだ、フィジカル僕がそっちって締めようかな。この動画を締めましょう。優しい優しい。はい、少々お待ちください。はい、じゃあこれね、入ってないかもしれないからもう近づいた方がいいんじゃないね、見切れちゃうかもしれないから、そうそう。というわけで、今回はデリバさんの、アーパツカバーのキーを決めていきました。ちょろっとだけ視聴者さんも聞いていただけたと思うんですけど、いかがだったでしょうか。なんかね、いかがでしたでしょうかね、本当にね。ここからさらにちょっとデリバさんの歌を磨いていこうかと。まだまだこのめぐちゃんからの指導が入ってない無垢な私の声をまず聞いていただいたのでね、ここから指導が入ってよりこう洗練されてシンガーとしてのね、道を行くために大人の階段をね、大人の階段、おかまの階段、それも登りきってるから極めてるからね。だからここからまた成長をぜひさらにブラッシュアップしていこうと思うので、ぜひお楽しみにしててください。はい、ということでしばらくはね、またこのキーで練習していただきたいと思います。はい、ということで、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちだけよ、こっちだけ。こっちはやよ。またね。